豆腐を使った冷やしみたらしです。もちもち、めちゃくちゃうまい。今回はコンビニ風的な感じでパックに入って5粒ぐらいのやつをイメージして作ったんですけど、でみたらしの味はいつも結構適当で、みたらしの動画って何本か上げてるんですけど、なんか毎回多分違うはず。今回コンビニ風にしたいなと思って、実際食べ比べたりとかした時にちょっと最初に考えてたのだと醤油味が濃くて、もうちょっとね甘さがきた方がいいかなっていう風に思ったんで、甘めにしてで醤油をちょっと少なめにしてます。だいぶ食べやすいと思いますね。これ今回全部みたらしかけちゃったんですけど、これこのまま冷蔵庫入れといたりするとどんどん片栗粉のみたらし分離してきて質は悪くなります。今こうとろーっとしてますけど、どんどんこれがねシャバシャバの水とあと片栗粉の塊みたいな感じで分離してっちゃうんで、もし冷蔵庫で食べきれない分はちょっと置いとこうかなとかってなるんだったら全部かけない方がいいですね。で今回豆腐をね、柔らかくするために入れてはいるんですけど、それでもやっぱどんどん冷やせば冷やすほど硬くはなっていきますね。で大体6時間とかぐらいまではもっちり強めぐらいかなとは思うんですけど、もう12時間とか、1日とか経ってくると結構硬くなっちゃいますね。でそういう時はレンジで10秒とか5秒とかチンするともう一気に柔らかくなって出来たてと同じぐらいの柔らかさにはなりますね。水につけたまま冷蔵庫に入れて1日置いてみたりもしたんですけど、やっぱそれも硬くなりますし、外側がねちょっとこうふやけてドロッというかデロッというかねなるんで、なんか一応白玉って茹でた後に冷凍とかもできるみたいなんですけど、今回そこまでちょっと僕の方で見ることはできなかったんで、そのあたりのなんか別のサイトとかレシピとかも参考にしながらやってみるといいんじゃないかなと思います。で使う白玉粉豆腐によって、このあたりの分量変わってくるかもしれないんで、一応 100g あたり何豆腐どんぐらいとか動画の説明欄に書いておこうかなとは思います。白玉粉もね、水の量ぴったりこれとかじゃなくて、なんかちょっとずつ水入れてこねながら耳たぶぐらいの柔らかさになるまで調整するみたいなのが確かパッケージの裏とかに書いてあったと思うんで、豆腐も同じようになんかちょっとずつ足しながら見ていくといいんじゃないかなと思います。冷やし豆腐みたらし白玉でした。めちゃくちゃうまいっす。で超簡単。では。